はい、どうも夜です。いやー、秋になってきましたよ、日本は。今回は久しぶりにドラゴンクエストの料理を作ろうと思います。なぜ前回のドラゴンクエストの料理の動画から間が空いてしまったかというと、今から作ろうと思っている料理の材料が秋にならないと手に入らなかったからです。ようやくその材料が手に入りました。というわけでまずは今回作る料理の材料から紹介していきます。紫芋 300g。 いやー、紫芋がなかなか手に入らなかったんですよ。一般家庭ではあまり紫芋を使わないので、近くのスーパーでは売っていませんでした。手に入ってよかったー。こんな感じで断面が少し紫色です。わかるかな？そして玉ねぎスライムです。今回使う玉ねぎの量は半分なので、後で半分に切ります。玉ねぎといえば、堀井雄二さん出身の淡路島の名産品ですが、今回の玉ねぎは淡路島の玉ねぎではありません。水 150ml。そしてコンソメと塩を少々。あと牛乳 200ml。まずは紫芋を洗って皮を剥きます。結構皮が厚くて剥きにくいなぁ。おー！皮を剥いたら紫色が出てきました。一度感動したところで、とにかくひたすら皮を剥いていきましょう。皮を剥いている動画を見ていてもつまらないと思うのでカットしましょう。はい、こんな感じで皮を剥き終わりました。紫芋に芽がある場合は取り除いておいてください。では紫芋を切っていきましょう。紫芋の綺麗な紫色を見せたいので、真ん中から切ってみましょうか。硬いなぁ。この包丁切れ味悪いから新しいの買おうかな。では行きますよ。はい。おー、めっちゃ綺麗。そしたら紫芋を1センチの幅で輪切りにしていきます。はい、こんな感じで輪切りにしました。こうしてみると本当に綺麗な紫色ですね。次は玉ねぎを切ります。今回は玉ねぎを半分しか使わないので、まず半分に切ります。ギガスラッシュ。そして皮を剥いたら玉ねぎを薄く切ります。はい、こんな感じですね。そしたら紫芋と玉ねぎ、水 150ml を鍋に入れて火にかけます。お、沸騰してる。沸騰してきたらコンソメを入れます。コンソメを溶かしたら鍋に蓋をして15分くらい煮ます。その間に盛り付けの準備をしましょう。今回盛り付けにはこの食材を使用します。これ何かわかるかな？実は日本人は岩を食べます。冗談です。これはこんにゃくといって日本食でよく使われる芋を使ったゼリーのような食べ物です。見た目は岩のようですが、このように柔らかいです。今回はこんにゃくを切って料理のデコレーションに使いたいと思っています。こんな感じでこんにゃくを切ります。こんにゃくは柔らかいので切りやすいですね。四角く切ってブロックのような形にします。はい、こんな感じですね。まるで本当にブロックみたいですね。ちょっと分厚いからもう少し薄く切ります。そしてもう一つ小さなブロックを作りました。こんな感じで大きいブロックと小さいブロックができました。次は別のパーツを作ります。これぐらいの大きさできればいいかな。そしたらブロックをもう4つ作ります。こんな感じの長方形のブロックを4つ作りました。そしたらさらに別のパーツを作ります。今回は小さめの立方体のパーツを4つ作ります。小さめの立方体を4つ作ったら、それを四角錐の形にカットします。四角錐の形にカットするの難しいなぁ。このカットの仕方でちゃんと四角錐になるかな？難しいなぁ。
はい、こんな感じで四角錐のパーツが出来上がりました。こんな感じで作ったこんにゃくのパーツを組み立てるとお城になります。あまり綺麗なお城が作れなくてごめんなさい。このお城は後で盛り付けの時に使います。そろそろ煮えたかな？おー、いい感じに煮えてそうですね。そしたらミキサーに具材を入れて、具材がペースト状になるまで混ぜ合わせます。今回僕は手動のミキサーを使いますが、電動ミキサーを持っている人はそっちの方が楽だと思います。はい、こんな感じでペースト状になるまで混ぜます。手動だと時間かかりそうだな。はい、そろそろいい感じだと思うので見てみましょう。じゃーん。おー、いい感じです。なんか光沢感があって綺麗ですね。そしたら次はこのペーストを鍋に戻します。紫芋と玉ねぎのペーストを鍋に入れたら牛乳を入れます。牛乳を入れたらかき混ぜてください。はい、こんな感じで綺麗に混ざりました。綺麗な色ですね。なんかブルーベリーヨーグルトに見えてきたな。そしたら再び火にかけます。この時温めすぎないようにかき混ぜながら弱火で温めてください。そして塩を入れながら味見をして好みの味に整えてください。そろそろいい感じかな。スープから泡が少しだけ出始めたら完成です。沸騰をさせない方が美味しく仕上がります。はい、というわけで紫芋のスープ、いや、毒沼のスープが出来上がりました。見た目は毒々しい毒沼のスープですが、味は優しい味で美味しいですよ。ちなみに、こんな感じで毒消し草を添えると、さらに毒沼のスープ感が増します。ぜひ毒消し草を添えることをお勧めします。こんな感じです。いやー、めっちゃいい感じ。こうなるとラーの鏡もスープの中に入れたいな。先ほどこんにゃくで作ったお城はこんな感じで使います。平らなお皿の中央にお城を置いて、お城の周りに毒沼スープを盛り付けます。そうすると、どうでしょう？そうです。竜王の城のような盛り付けをすることができます。ドラゴンクエストのグッズと一緒にスープを置くとより世界観が増します。いい感じ。そしてさらに、四角いお皿を用意してレモン汁を垂らすとレトロな毒沼を表現することができます。どういうことかというと、紫芋のスープにレモン汁をかけると色が変わるので、それを利用してレトロな毒沼を表現することができます。色が変わってるのわかるかな？はい、こんな感じでレトロな毒沼のスープが出来上がりました。ちゃんとレトロな毒沼っぽくなってますかね？わかりにくいと思うので見本の画像を貼っておきます。はい、というわけで今回は紫芋の毒沼スープを作りました。紫芋はなかなか手に入らない国もあるかと思いますが、紫キャベツとか紫の株とかでスープを作っても美味しいと思います。ぜひ皆さんも作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもくれたら嬉しいです。